こんにちは。TTS の川本です。今回からテーマを変えて AI について考えていきます。また3ヶ月ほどのシリーズで撮っていこうと思います。今回はその1回目で、チャット GPT は神になれるかという考察をしてみます。よろしくお願いします。シリーズの1本目ですので、このシリーズ全体のコンセプトについて簡単にお話ししておきます。今回から AI をテーマにするわけですが、流行りネタですので、たくさんの情報がすでに世の中にあります。YouTube においても、著名な経営者の方や YouTuber の方が、チャット GPT をはじめとする AI 技術の紹介をされています。それと同じようなことを私がやっても面白くないかなというふうに思っています。これまでに撮ったメタバースと物理エンジンの動画では、動画の前半で基礎的な技術紹介をして、後半部分で、応用として私の考察を加えるという構成で撮ってきたんですが、このシリーズについては、技術紹介部分をかなり割愛した形で、作っていこうかなというふうに思っています。代わりに今まで応用というふうに呼んでいた私自身の考察、それもあえて他の方があまり言及されていらっしゃらないような着眼点での考察を中心にお伝えしていきたいというふうに思っています。改めてにはなりますが、よろしくお願いいたします。では本題に入っていきます。まず動画につけたタイトルを理解していただくために、デカルトという人物の紹介をします。ルネ・デカルトは17世紀に活躍したフランス人の思想家です。ニュートンやライプニッツよりも少し前の時代を生きています。私の時代でいうセンター試験を倫理で受けた方ですと、我思うゆえに我ありということを言った人物だというふうに学校の授業で教わったかと思います。倫理の授業で教わるくらいなので、哲学者というイメージが強いかと思いますが、数学分野においても大変大きな実績を残しています。私は測定器メーカーの人間ですので、日々の業務の中で三次元座標や座標系という手法を使います。実はこれを発明したのがデカルトです。直座標系のことをカルテジアン座標系と呼んだりしますが、あれはデカルト式の座標系という意味です。デカルトは 3D の素だということができます。今私持っているこれ、デカルトの有名な書籍になります。私これ読んだのかなり昔になってしまったんですけれども、デカルトは彼の書籍の中の至るところで神の存在証明ということをやっています。だいぶ意訳になるんですけれども、デカルトが言ったことというのは、世の中には一生かかっても捉えきれないほどの知識がある。それらをすべて理解することは人間には到底できない。それができる完全な存在が神だということです。デカルトという人物は当時というか人類の歴史全体の中で見ても本当にトップレベルで頭のいい方だったんだと思うんですけれども、そのデカルトをもってしても人間ができること、理解できることは非常に限られていて不完全なんだよということだと思います。デカルトが捉えきれないほどの知識と呼んだのが現在ではインターネット上の情報になったというふうに言えると思います。インターネット空間にある情報はまさに膨大で中身をすべて把握してから物事を判断するということは到底不可能です。情報量が人間の処理能力を明らかに超えてしまっています。20年ほど前、ここに大きなインパクトをもたらしたのが Google の検索エンジンでした。膨大で捉えきれないテキスト情報の中から自分が欲しい情報だけをピックアップできるようになりました。私は40代なんですが、ちょうど私が大学生だった頃に、学生みんなが自分のパソコンを持つようになって、で、授業のレポートもパソコンで書くという風になっていきました。で、そうしたタイミングだったので、コピペというものが流行りました。授業のレポートを書くときに、
インターネット検索で見つけたテキストを貼り付けて手抜きをするというやり方です。当時コピペをするということは悪いことで、ちゃんと本を読んでレポートを書くことが正しいというふうにされましたし、実際コピペで作ったレポートを赤点にするという先生もいました。しかし今はむしろ逆なんじゃないでしょうか。ケースにもよると思いますが、時間をかけて本を一冊全部読んでいる人間なんていうのはむしろ容量が悪くて、検索エンジンや SNS を使って短時間でサクサクこなしていく人間の方が頭がいいという風にされるんじゃないかと思います。Google 検索はめぼしい情報をピックアップするだけですので、情報を活用するのはあくまで人間になります。これに対して ChatGPT のような自然言語処理 AI は膨大なテキストを処理してある種の答えを出してきます。人が処理できない情報量をコントロールして、例えばスマホがそうであったような世の中を変えるようなアイデアや答えを生み出すことができれば最強というか、デカルトが神と呼んだ存在に近しいものになるのではないかというのがこの動画のテーマです。実はこう考えて2年ほど前、自然言語処理にトライしたことがあります。自然言語処理の基本は RNN、レカレントニューラルネットワークという手法です。これは大雑把に言うと、文章に登場する単語の順番を学習して、文脈から次に出てきそうな単語を予想するというものです。私が自然言語処理にトライしていた2年前には、これを発展させた LSTM という手法が流行っていました。これを使って、ある特定の小説家の作品であったり、スクレーピングで集めた新聞記事を学習させるということをしました。素人レベルのトライではあったんですが、結果としては AI に文章を生成させるということができました。酔っ払いが喋っているような文章ではあったんですが、確かに学習元となった小説家を彷彿とさせるような言葉遣いをしてきたり、ですとか、よく新聞を読んでる感じの評論家のような振る舞いも一部には見られるなというふうに感じました。一方で、はっきりと言ってしまうとあまり面白くないなというか、神のようにはならないなということも感じました。RNN も LSTM も文脈に基づいて確率論的に単語を選ぶというものですので、学習に使った文章から大きくかけ離れた文章を出すということはしません。出てくる文章自体は無難でありきたりです。いわゆるひらめきのような目新しさがないです。その経緯で自然言語処理の研究は中断してたんですが、チャット GPT-4 が出てきた時に、今度こそ紙っぽくなったかなと期待して使ってみました。でも実際はやはりそうではなかったです。チャット GPT は LSTM からさらに数段階の進化を遂げた LLM という仕組みを採用していると言われています。LLM と LSTM の違いをチャット GPT に聞いてみると、ちょっと要領の得ない答えを出してくるんですが、私の解釈ですが極論としては大きく変わりません。LSTM が文脈を学習させるのに対して、LLM では穴埋め問題といって、一部は欠落した文章を復元させるですとか、謎々に答えさせるといった学習をさせるようです。学習元になったテキストに倣って無難な振る舞いをするという意味では新旧に違いはありません。枠をはみ出すとか殻を破るといった振る舞いはやはりしないと考えられます。試しに紙を作る方法を教えてと聞いてみます。やはりつまらないことを言ってきますね。ひらめきという言葉を使ってしまったんですが、ひらめきって何でしょうか？とても難しい問題で、この場で答えを導くことはできないんですが、アーティストの方の創作活動のやり方が一つ参考になるというふうに思っています。例えば、Mr.Children の桜井和寿さんは、
無作為に選んだ2つの単語の間をつなぐストーリーを考えることで作詞をすると発言されています。また、大昔にテレビの歌番組に出演された際に、曲のコード進行をくじ引きで決めました。というようなことをおっしゃっていたのを聞いたこともあります。同様の手法が坂本龍一さんの書籍の中で、現代音楽で使われる一つの方法だというふうに紹介されていました。こうした知見からわかることは、アーティストの方たちは、ひたすら自分の頭の中で考えて作品をひねり出しているというわけでは必ずしもなくて、ある種の偶発性を利用しているということです。ケースバイケースだとも思うんですが、アーティストの方たちをもってしても完全なゼロから作品を生み出すのは難しいということではないでしょうか。今申し上げた偶発性というのは、ある程度数学的に表現できるというか、AI に真似をさせることができると思っています。例えば、ニューラルネットワークの手法の一つにドロップアウトというものがあります。これは、ニューロンの結合をより広い可能性の中から構築するために、学習の過程の中で学習結果の一部をあえてリセットするというものです。また、ニューラルネットワークの親戚みたいな手法で遺伝的アルゴリズムというものがありますが、この場合には突然変異というテクニックを使います。進化の過程であえてランダムな変異を与えることで、振れ幅の大きな進化を生むというものです。ドロップアウトや突然変異は、イレギュラーな刺激を与えることによって学習を効率化しようというものです。これと同じような発想で、自然言語処理においても、例えばあえて関係性の低い情報同士を組み合わせて発話をさせることによって、ひらめきに近い現象が現れるんじゃないかというふうに考えられます。ただ難しいのは、AI がひらめいたとしても、そのひらめきが正解か不正解かは、究極的にはわからないということです。ひらめいたアイデアが仮にすごく新しくて、世の中にないような概念だったならば、誰も知らないわけですので、それがいいとか悪いとか、儲かるとか儲からないかということは、わからないということになります。いろいろな考え方があるとは思うんですが、結局正しいとか正しくないとか言ったことも結果論であったり流行であったりしてやってみないとわからないんだと思います。AI のひらめきに点数をつけることができないということは、つまり学習をさせることができないということです。言い換えると、勝手に賢くなってこれだという答えをズバッと出してくれるようにはならないということです。このためイメージとしてはこんな使い方なんじゃないかというふうに思います。まず AI に100回ひらめいてみろというふうに指示をします。そうすると前衛芸術のような、ちょっと突拍子もない、変な、アイデアや文章を100個言われた通りに出してくると思います。それを人が一つ一つ見ていって、これいいなというものをピックする。あるいはランダムにピックする。ということをしていって、トライしていく。そして100回とか1000回とかそれをする中で一つでも当たれば儲けというようなやり方です。だいぶかっこ悪いんですが、それでも役に立つというふうに思います。そういう AI が出てきてほしいんですけれども、この動画のテーマとしては振り出しですよね。AI のひらめきが正解なのかどうかはわからない。それがわかる存在が神なんです。この動画では、チャット GPT は神になれるかという考察をしました。次回は、今回と少し似た内容にはなるんですが、気の利く AI を作るにはどうすればいいかという考察をしようと思います。この動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。